こんにちは、ヨギャム中間です。今日はですね、体育の基礎を学ぶシリーズから道具学の、研ぎ物についてやりたいと思います。今回やるのはこの R のついた、刃物ですね。内丸ですとか四方取りカンナというような、R のついた刃物の研ぎ方についてやります。今回使うのはですね、この木型と、耐水ペーパーを使って研ぐ方法をやります。これ YouTube のコメントで教えていただいたんですよ。そのボケじいさんというアカウントなんですけどの方なんですけど、そのボケじいさんという方からですね、その R の刃物は耐水ペーパー研ぐとすごい楽でいいっていうことを教えていただいて、その発想はなかったなと。で実際やってみたらめちゃくちゃいいです。これほんとすごいです。発明ですね。これを砥石で作ろうと思ったら、その荒戸から荒戸、中戸、仕上げ戸って最低でも3つこの R のついた砥石を作んないといけないんですよ。でかつ砥石使っていけば絶対狂っていくので、それを毎回直さないといけないっていう。砥石もすごい数必要になるし、めちゃくちゃ大変なんですよ。でもこれだと、これ1個でその120番から1500番までとか、もう好きな R のついた砥石を作ることができるんですよ。しかも耐水ペーパー1枚100円とかじゃないですか。安いし、めちゃくちゃ便利です。で、僕今までこれがない時はどうやってたかっていうと、こういう、パフですね。グラインダーに、布状の刃というか、布状の、車のすごい磨くやつみたいなパフをつけていて、でそれに研磨でバーッとつけて、でこうわーって研ぐということをやっていました。それでずっと研いでいくと、だんだん刃物の形がちょっと歪んでくるんですよね。なんかこうちょっと変形してくるっていう感じがあって、いやなんか嫌だなと思ってたんで、すごいこれいいです。今回はですね、この R の木型を作るところから実際に研いでみるというところまでですね、撮ってみましたので、参考にしていただければ幸いです。ではこの木に溝をつけて研ぎ台にしていくのをやります。長さが205で幅が80、厚みが30ミリになってます。長さは腱鞘、僕が使っている砥石の腱鞘と同じ長さにしました。その方が砥石台で挟んだ時とかに調整しなくていいのでいいかなと思っています。でこれカシの木なんですが、もともとカンナの台だったんですよね。長台だったもの、リサイクルショップで見つけた、長台を、切って保管してたものがちょうど良かったので、これで作りたいと思います。これ作る時の問題は、実際に砥石に当たる面の R がここと違うんですよね。というのも、これってこういう縦にあった時の円柱をしのぎ面で斜めにカットした形になるんですね。厳密にはここの形、砥石に当たるこの形っていうのはこの円よりも大きい台になるはずなんですよね。なのでその形がよくわからないっていうのが結構大きな問題だと思うんですけど、そこで粘土でその R の型を取りたいと思います。これが砥石だとして、研ぐ時の角度、しのぎ面のこの角度を水平に当ててあげるイメージですね。でこれで、こういうふうに型が取れるので、これに合わせて、ベニヤで型を取ります。なもんかな。取りすぎたかな。このベニヤは 2.7 ミリですね。これ粘土戻ってくる可能性あるので、定期的に押し当ててください。大まかに削ったら、あとは紙やすりでさらに形を落とし込んでいきます。いいぐらいですね。はい。でこれで型が作れました。この円がどれぐらいの円なのかが知りたいんですよね。これ正確には楕円になるんですけど、近い円のサイズが知りたいと。いいところかな。大体これぐらいです。41かな。半径41ミリ。なので直径82ミリぐらいのものが欲しいですね。81ミリのものがないんですけど、これが75ミリぐらいですね。これにペーパー巻きつけて、こうやって
最終的に仕上げるっていうことをやりたいと思います。じゃあここに溝を掘っていくんですけど、僕はこういうカンナがあるので、これで粗彫りをして、最後にこれにペーパー巻きつけて大体仕上げていくということをやりたいと思います。カンナがない人だったら、のみで粗彫りしてもいいですし、全部ペーパーでいくでも別にどちらでもいいと思います。はい。ではここ溝を掘っていくんですけど、あまりの際に塗るとあれなので1センチ逃がしで。40ミリ。ちょっと端にもう一列何か作れるかなっていうのでちょっとこっち側に寄せました。はい、で両端の小口に、この R を書いておきます。はい、はい、大体これぐらい掘る感じですね。深さで6ミリぐらいかな。なので全部このヤスリでゴリゴリいくっていうのでもやれない範囲ではないと思いますけど、ちょっとこの出っ張りが邪魔ですね。ここでカツカツ当たるんで、ここ何かテープかなんかぐるぐる巻いてちょっと厚み出して、でここガチャガチャならないようにやった方がいいかもしれないですね。結構ゴミが詰まりやすいですね。これは四方反りカンナといって、ここも R なんですよ。だからこういうまっすぐ掘るものには適してないんですよね。なんか内側が掘れやすいというか、ここが深くなりがちなので、先にこっち側ですね、両端側をなるべく近づけて、でそれからこうやって定規で確認しながら内側を取っていくという戦法に変えたいと思います。こんなもんですね。線から1ミリないぐらいまで、攻めた感じですね。でこっち側も同じぐらいやります。両端同じぐらい取ったので、あとはこうやって高いところを取っていくという方がちょっと四方取りなんで、ちょうどこれあったのでこれ一回巻いてみようと思います。これ巻いてさらにテープで、これでもまだ当たるかな。いいっすね。という感じで仕上げていこうと思います。こういう場合も一回鉛筆で印つけるとですね、高いところどの辺が削れててどの辺が削れてないのかっていうのはちょっとこの辺が高いって感じですね。でも思ったより均一に削れてるので、このまま。でもなんかここは高い気がするけどな。大体形的には問題なさそうですね。もうちょっと真ん中深い方がいいかなぐらいですね。
まあ、こういう感じですね。はい。良さそうな気がします。はい、あとは実際に使ってみてちょっと多少は調整したいと思います。ここはあとこの四方ぞりとこいつとあとこれかな。これの、まあ、これでもほとんど使わないんで、まあ、この2つの溝を作ってあげようかなと思います。実際にこうやって当ててみると勾配悪かったら削れる感じがしますね。こういうふうにここ真ん中が当たるので中が高いってイメージですね。こうやると、ペーパーのカスがこうやって出てくるので、こういう均一に出てくれば、まあ大体合ってるねという感じだと思います。まあ3つ R を作りました。耐水ペーパーこれに貼って研ぐので、水かなり使うので、コーティングしたいと思います。で、今回使うのはこのグラスシールというやつですね。浸透系で木固め S みたいな感じなんですけど、浸透してガラス結晶ができるみたいな、耐摩耗性にも強くて、耐水性もあるという商品です。で、これ塗りたいと思います。では、これで乾燥させます。2回目も塗り終わった状態です。で、早速使ってみたいと思います。で、耐水ペーパーいくつか用意したんですけども、まず800番と仕上げで1500番使ってみようかなと思っています。これへの固定の方法は、このスプレーのり、これを貼って剥がせるタイプですね。で、これを使ってみようと思います。スプレーをかけてから10秒以上置いてから貼ってくださいと。お、大丈夫そう。いけそうですね。じゃあこれで研いでみたいと思います。ちょっと水が多かったかもしれないですね。なんか、まあ、ちゃんと溶けてる感じはしますけど、800番だと思ったより溶けてない気がする。今600番だとこういう、800番か。こんな感じで、なんかまだ形も合ってないし、っていう感じだったので、ちょっと400番で。だいぶ形が整ってきた感じしますね。やっぱりちょっと研磨力が落ちるのが早いっていうか、ペーパーの摩耗は結構早いかもしれないですね。これが400番研ぎ終わったところです。若干まだ台が合ってないのかなっていうところはあるんですけど、まあ使いながら調整していこうかなと思います。はい、じゃあこれでちょっと次600番いってみます。やっぱり400番よりは全然ジャリジャリ感は少ないですね。すごいスムーズな感じがします。はい、ちょっと今600番やってて気が付いたんですけど、ここの方ってあれですね。この辺が当たりが悪くて、こうなんかいまいち研げてる感じはしないですね。ここ
この辺が、研げてる感じがしないというか、なんか当たりがやっぱ悪くて、で、なのでもう一回120番でもう一回荒戸で整えたいと思います。こんなゴリゴリで研げるのかしらという。300ぐらいにしといた方が良かったかもしれないですけど、まあとりあえず試し120番。120番すごいっすわ。もう一瞬で削れますね。ここがあれなんですよね。ここの角の部分だけギュンとこう丸まってる感じがするんですよね。それは多分パフでしばらく研いでたんで、そのパフで研ぎ続けた後遺症だとは思うんですけど。はい、これ120番ですね。この角の方がこうグッと丸まってたんですよね。でそこも全部きれいに取れました。最初から120番で整えるっていう方が早いかもしれないですね。今結構裏にバリが出過ぎてるぐらいなので、一回1500番でこんな感じですね。バリを取りました。はい、ちょっと今の120番のバリがずっと出てると刃こぼれというかギザギザしちゃうので、刃返りを取ってまた400番からやっていこうと思います。もう刃の成形はできているので、もう研ぎ目さえ上がっていけばいいかなと思うので、これが今400番ですね。400番でざっと研いだ感じです。あまり400番で刃返りつけたくないので、ギリギリな感じで次600番に行きます。はい、これが600番研ぎ終わったところです。600番でも結構傷は浅い気がします。今刃返りも、ついています。600番の次は1000番いきたいと思います。なんか600番で砥石の1000番ぐらいな気がしますけど。なんか1000番でも仕上げ砥石みたいな感覚がしますけど、耐水ペーパーと砥石の番数って結構違うんですかね。あの番数の定義もちょっとよくわかんない感じしますよ。なんかもしも詳しい方いたら教えてください。見た感じ1000番で全然良さそうだけどな。1000番で仕上げた状態です。もうなんか見た感じは十分そうな気がしますけど、ちょっと刃返りだけ取ってみますか。帰りはこういう感じでちょっとだけ削ってあげてください。これで帰りを取りました。刃返り取ったので、こんな感じですね。気持ち重たい気もするけど、まあ、十分1000番でも十分切れるなという感じがします。せっかく1500番まで買ったので1500番最後にやってみたいと思います。本当はもっと細かい耐水ペーパー
あるはずなんですけど、近くのホームセンターに売ってなかったので、3000番とか6000番とかっていうのも、なんかオレンジ色とか青っぽいやつとかで見たことあるので、そういうのあればそれで試してみるのもいいと思います。あとはそういうものを使う、なんかすごい3000番とか4000番とか使う場合は、どっちかというと、その上に研磨剤垂らして研ぐっていうようなイメージのベースとして使うっていう感じがいいのかなっていう気はしますけど。十分ですね。1500番で本当十分すぎるぐらいだと思います。でもやっぱりあれですね、ちょっと葉返りができているので、うっすら。やっぱり研磨力は1500番だからあるし、でも表面は仕上がってるように見えるしっていう感じで、やっぱちょっと砥石とは感覚が違いますね。で、この葉返りもちょっとうっすら取って、僕はここの形をできるだけ崩したくないので、もう耐水ペーパーで、もうこれぐらいです。これで終わりってぐらい。もうほんとちょっとしか裏を当てないという感じです。できるだけここの表面は崩したくないというふうに思っています。これが1500番で終わったところですね。十分仕上がっているように見えます。十分仕上がっているように見えますし、実際ちゃんと刃がついています。1500番で十分じゃないかなと思います。やった感じとしてはですね、やっぱり最初120番荒すぎるかなと思ったんですけど、そんなにひどくカサカサになるっていうこともなかったので、120番と本当は320番ぐらいあった方がいいかもしれないですね。400番、120番から400番だとちょっと飛びすぎだなっていう感じがあったので、120、320、600、1000番で、あと1500番ぐらいがあるといいんじゃないかなというふうに思いました。実際に木型作って研いでみるというのをやってみました。めちゃくちゃ便利ですね。本当にいいです。注意としては、これちょっと幅広めに、溝掘るときにちょっと幅広めに掘ってください。僕だと2ミリずつぐらい大きくしてあります。これぴったりすぎるとちょっと研ぎづらいと思いますので、そこだけ補足させていただきました。ということで、本当にこれすごい画期的です。ボケじいさん本当にありがとうございました。木型を使って R の刃物を研ぐということをやってみました。ではどうもありがとうございました。